思った通りの音をこうオーケストラを使ってバーンって出す100人ぐらいの演奏者がいる楽曲を書いた。好きですね。本当に楽しく制作させていただいてますね。作曲家として活動しております浦木優太と申します。テレビ番組の BGM だったり、アニメの劇版音楽だったり、あとミュージカルの音楽作ってみたりとか、結構ゲームもやったり、いろんな幅広いコンテンツでいろいろ曲を作るような仕事をして、今までやってきた曲、仕事の曲だと、例えば刀剣乱舞ミュージカルの、公演の、BGM だったり、ライブパートの曲だったりとか、あとキューピー3分クッキングの曲のアレンジなどを担当させていただいております。まず自分自体が作曲を始めたのは、中学2年生の頃。昔から結構ピアノとか独学でやってたりしてて、インターネットを見てたらなんか作曲できるソフトがあるみたいな記事みたいなのが出てきて、それでなんかドミノっていうミディシーケンサーみたいな、本当に原子のそういうミディ打ち込むみたいなソフトがあって、それをダウンロードして、なんとなくまだ何も理論とかも分かんない状態でピアノを独学でやってたんで、その独学でやってる即興で弾いたピアノを録音みたいな感じで打ち込みをしてっていうのが初めで、その時マリオのミミミドミソって一番有名な曲をひたすら曲だけを耳コピしてた時期があって、あれが永遠に弾きたくてずっと練習してて、その曲をまず打ち込んでみたんですよ、初めに。でそこが始まりでしたね、その打ち込みのソフトでやったの。好きな作曲家はもう久石譲さんですね。好きになったの中1とかかな。ピアノで明日が石器とか耳コピしてました、フルで。ミニマルミュージックの曲をたくさん制作されてたりするので、久石さんは世界観だったりとかをジブリの中にもその要素を感じる時もあったりとか、映像に寄り添っているようなところがすごく憧れていて、そこからもう久石譲さんの曲にどっぷりハマって、いろいろ耳コピをしてピアノで弾き始めて、 CD 聴いてピアノの前で聴いて、もうひたすら何回も再生し直してでフル何分か6分ぐらいやったかな、曲確か。そのぐらいの尺のものを今考えるととんでもないことやってるなと思うんですけど、なんかそんなことをしてましたね。彼みたいな作曲家になりたいなと思ってますね、自分は日頃から。12ぐらいの時にも音楽を仕事にしていこうかなっていうふうに自分の中でなんとなく決めてて、で親にも相談してやって、高校3年間勉強もしつつ作曲もしつつみたいな。でも大学1年生の時点でもういろんな曲を打ち込みで作って、いろんな CM 音楽制作会社だったりとか、いろんな音楽制作会社にひたすら送り続けるっていう生活を、学校の勉強それみたいな、その2本柱でずっとやってて、でそしたら運がいいことに2カ所ぐらいからちょっと返信をもらえて、うちでぜひやってみないかってことで、初めに CM の仕事をいくつかやらせてもらったっていうのが始まりで、そこからはもうなんか一回初めに仕事をやらせてもらえたら、なんとなく業界の感じとか、作曲のワークフローだったりとかがだんだん分かってきて、でもキャリアがだんだん積み上がってきて、でそのキャリアを持っていろんな会社にまた回っていくっていうような形で、もうそれを延々と学生の時からやって今に至るという感じですね。まず仕事を受けるっていうなった時に、ほとんど参考楽曲みたいな曲がパーッと送られてくるんですけど、まず参考楽曲のジャンルとか、どういう楽器が鳴ってるかとか、どういうフレージングをしてるかとか、そういうのをまずひたすら聞き込んだ上で、その参考楽曲だけじゃなくて、同じようなスタイルで書かれてる曲とかを YouTube だったり Apple Music だったりでひたすら聞き尽くして、その上でインプットをした上でさあ作るぞっていう風に自分でもワークフローを組んでて、でもうそこからはもうインプットされちゃえば、もうあとはもう頭の中にあるものをなんとなく即興的にピアノで弾いて録音してみたいなのを繰り返しなので、何が一番大事かというと、自分の中ではやっぱインプットの部分を非常に大事にして制作をしています。自分がよく使うのはこのユニバーサルオーディオの
LA610 っていうこいつを使って、ここにマイクとか楽器とかいろんなもう楽器の出力を全部ここに入れて、でこれからこっちの直接このパソコンにつなぐことはできないので、このオーディオインターフェースっていうユニバーサルオーディオのアポロツインっていうこのインターフェースに送って、このインターフェースからこのパソコンの中の入力につなぐっていう形で、ルーティングをしてます。これは Logic Pro 10というソフトで、こう直感的にいろんな操作ができるソフトウェアですね。このトラックの一番上がピアノのグランドピアノの音源のトラックになってまして、でこの2番目のやつがダブルベースといってコントラバスなんですけど、コントラバスを生で撮った映像になってますね。こういう風に生音だったり打ち込みだったりで、基本的にうちにある、楽器コントラバスだったりとかスネアドラムだったり、ギターだったりとかは自分で弾いた生音を使ってて、それ以外の、ない楽器はこの打ち込みを使ってるっていう形になってます。これを使って作った曲をプロツールスでミキシングをしたりマスタリングをしたりとかいったようなワークフローで作業してます。ロジックプロっていうのは割とその打ち込みに特化した、ソフトウェアだと思ってて、自分はこれでミックスとかも全然マスタリングまでできるんですけど、個人的にそのプロツールスの方がミックスをしやすい環境というかだと思っているので、プロツールスの方でもう一回読み込み直して、でプロツールスの方でエフェクターかけたりリバーブかけたりとかそういったような処理をして、で音源が1個の音源が完成するといったワークフローで作業してます。音源もだいぶ発達してきてますし、結構気軽に作曲ソフトとか手に入るじゃないですか。なんでやっぱ楽器はあれですね、あんまできなくても意外と作曲自体できるんですよね。楽曲を作る上で自分がなんでこんなに楽器をたくさん持ってるかっていうと、まずそもそも仕事とは関係ないところでこう楽器の収集癖があってだからこう例えばバンジョーを買う時も弾けないのに買ったんですよ。で弾けないのに買ってあるから練習してできるようになるみたいな流れなので趣味なんですよね。だから意外と楽器は弾けなくても作曲家はできるのかなっていうのは自分の考えの一つではありますね。ただ自分でこういろんな曲のフレージングだったりとかコントロールできやすくなるっていう意味では非常にいいだと思います。一番得意なのはピアノですね、完全に。それが歌がめちゃくちゃ下手で、自分が本当に壊滅的に下手なんですよで歌ができなくて意外と最高の成績を取れたことは一回もなかったかな、多分。そこだけちょっと歌だけできないっていう。編曲というのは基本的に既存曲をこういろんなアレンジに変えたりとかしてこう元の曲とは違った印象だったり、もしくは近しい印象になる時もあるんですけれどもにこう落とし込むという作業になってきて、アーティストの編曲とかをさせていただくときはやっぱもともとある楽曲に非常に思い入れが強かったりとかするものが多いので、やっぱこのコード進行だったり歌詞だったりをこうちゃんと組み合わせて考えた上で変に自分ナイズされないようにこうちゃんと自分の曲ではないのでやっぱり編曲させていただく場合はそこを気をつけてやったりはしますね。料理番組で使う場合だったら料理番組っぽいそういうジャンルの曲に編曲を落とし込んでみるとか、そういうことをまず頭の中でこうある程度考えまして、どんなフレーズがあってどういうコード進行でっていうのをまずこう分析しがてら聞いて、リズム体は本当にもうドッチャッチャッチャッみたいなルモサノマルのリズムにしてみたりとか、あとブラスちょっとメローなブラス入れてみたりとか、自分がやりたいようにこう思い浮かんだからただやってるわけではなくて、ちゃんとその楽曲の使用用途だから本当に
こうアーティストというよりはエンジニア寄りのことをしてるつもりではあるんですけど、ちゃんと耳にこう気持ちよく入ってくる、耳に引っかからないようなアレンジをするということを心がけて制作しました、曲は。ダントツで心に思い当たるのが、大学4年生の時に書いたフルオーケストラの作品で100人ぐらいの演奏者がいる楽曲を書いたことがあります。まずピアノでコード進行だけ決めちゃって、でストリングスをこうテクスチャーっていうんですけど、こうバイオリン1番がこういう動き、2番がこういう動きでこう組み合わせてこういったりとか、そういうのをこうバイオリン、1番2番ビオラチェロあたりを組んでから、メロディー作ったりとか。だから多分やり方としてはちょっとおかしなこうメロディー作らずにコードとテクスチャーだけ先に組んで、最後にそれに聴きながらいいなって思いながらメロディーを作っていくみたいな変な作り方を多分してると思うんですけど、そうですね、土台なんで、もう作曲じゃなくて編曲をなんかこう交えながら作曲をして最後にメロディー乗せるみたいな変な作り方だと思うんですけどそんなような作り方をしていることがほとんどですね。今26歳なんですけど、自分が妻がいまして、あと子供も1人いまして、もう完全に育児仕事をこう両立させないとという風な状況で頑張って奮闘しております。子育てしてる時は意外と音楽のことは考えてなかったりもするんですけど、結構居間にギターが置いてあったりとか、こうふとした時にいつの間にか弾いてたりとかするんで、意外と忘れきれてないのかなと、こう切り替えが意外とそこだけはうまくいってない。午前中のうちにこう仕事を終わらせて、午後はもうフリータイムみたいな感じで犬飼ってるんですけど、犬の散歩行ったりとか、あと子供をあやしたりリフレッシュしたりもしてます。たくさん曲作ってる期間とか、たまにこういうとこに来てこうやっているだけでそういう椅子持ってきてこうやって座ってね、くつろぎの癒しのだけですね。1日 3,4 曲とか全然作るんで、脳みそがやっぱどうしてもこう疲れてきて何も考えられなくなったりとか結構普通にあるんで、そういう風になりそうだなとかいう時はもう一回やめて外歩きに来たりとか、水の中入って遊んだりとかして本当に楽しく制作させていただいてますね。今後の目標はやはり自分が作曲家を志すきっかけとなった久石譲さんのように、映画の中でもやっぱアニメよりの音楽を結構一番やっていきたいなと思っていて、日本のアニメって結構世界にこうバーッと広がっていくものでもあると思うので、アニメを介して自分の劇版だったりそういうサントラが世界にも広めたいなっていうところが心持ちが一つあって、本当に夢のまた夢の夢の夢ぐらいの話なんですけど、最終的なもう叶ったらもういいやみたいな夢はハリウッド映画の音楽を担当させていただくことです。